彼女と別れて落ち込んでる人みたいな顔してるわ。彼女と別れて落ち込んでんだよ。わかるかな、この気持ちがどういうのか。わからないわね。私失恋には縁がないから。原因は些細なことから口喧嘩。お前は口うるさい。もっと相手を気遣え。売り言葉に買い言葉。言葉のあやなんだけどな。まあ世の中広いんだし、そのうちいい人見つかるわよ。ほら、世の中は半分は女だし。あ、でもそんな話といえばこんな話もあるわよ。どんな話？友達の友達から聞いた話なんだけど。はい、ちょっと待って。何？友達の友達っていうことは面識のない人ってことでしょ。面識のない人から聞いたっていうのは変な話じゃない？言葉尻捉えないでよ。そうだって気になるし。私は友達の友達が友達に話したことをその友達から聞いたの。また聞きしたわけね。でね、その子にも好きな彼がいたんだって。今まで会った人の中でその彼こそ一番相性が合う気がするわとか言ってるのよ。相性ね。そしたら実はその彼、男ならもうちょっとシャキッとしなさいよ。男じゃなかったんだって。本当に？本当よ。ちょっと不可能よね、付き合うの。不可能じゃないと思うけど。あんたほんと言葉尻捉えるの好きね。そうだって気になるし。なんでもないで、言葉そのものにも不思議な力があって、それを言霊っつうんだよ。で、力のねえ言葉はすぐに消えっけど、力のある言葉は喋った後も消えずに残るんだって。で、そいつが言うには、今の世の中余計な明かりが多いから言霊が見えなくなってしまうと。聞いてる？なあ、あれ、どれ？あの魚、あれ生きてんだよな。よし、今度は俺の話を聞け。あら、3日前のことだ。その日も俺はこの席に座ってたんだよ。そしたらさ、絵の中の魚が消えてんだよ。なんか勘違いだろ。ほら、周りにこんだけたくさんの絵が飾ってるな。別の絵と間違ったってこと。確かにそれだけで墨は勘違いと思ったかもしれないがな。問題はその後、こうその魚が泳いでたんだよ。なんだよその顔。ネタじゃねえって本当の話。マジで？ちょっと待て、これは本当に本当の話。フィクションじゃねえぞ。でもさっきの友達の友達から聞いた話とかもそうだけど、また聞きした話。一番相性が合うような気がするとか思い込んじゃう相手に限って実はなんか欠点があったりするのよね。本当に相性が良かったら欠点の一つや二つ気にしないわよ。そうじゃなくて致命的な欠点。例えば実は男じゃなかったとかね。それ本当の話？本当よ。やっぱ女はうるさい。女は若造が生意気言うんじゃないの。若造はお互い様。あら、私見かけほど若くないの。何よ。女が自分で言うか、そんなこと。そんなことってどんなこと？いや、だから見かけほど若くないとか、そういえば失恋には縁がないとも言ってたな。あれも変だ。しょうがないでしょ、本当のことなんだから。おかわり。あの魚の絵だよ。立てよな、見に行こうぜ。魚近くで見たらわかるかもしれないだろ。魚？なんですぐそこじゃねえか。ちょっとドア。はい、どうぞ。そんなに珍しい？あそこの人。そう。ほら、うるさい。いや、彼女らは多分私の話をしているんだと思うけど。若造に気を使ってくれてるわけ？そのうちいい人見つかるかな。たとえ欠点があったとしても相性が合えばそんな欠点の一つや二つ気にならないんじゃないかな。そんな相手はなかなか見つからないと思うけど。そっかな。
君とか相性あんじゃないかな。今まで会った人の中で君が一番相性が合うような気がする。あんた重症だわ。全然わからなかったの。は？お、あのイーゼル見える？あれ見てきて。え？お願い。違うわよ。人間型のロボットはロボットって言わないの。何それ？だからそれはロボットじゃなくてアンドロイドっていうの。そういうオチか。本当なのに。んなことあるわけねえだろ。またそんな悲しいこと言わない。本当なのにな。あ水のことだ。売り言葉の合言葉。言葉のあやね。そうじゃなかったしよ。ああよって空をなんかしてるロボットは今度は俺の話を聞け。力のある言葉は喋った後に消えずに残るんだって。さっきの話の続きでもする？いや、どうでもいい話だから。なあ、どうして俺に見せてくれたんだ？人間が危害を受けるのを目視してはならない。私には人間を助ける義務があるってこと。何それ？ロボット工学の三原則。助かったでしょ？精神面で。言葉数足りなかった？いや、十分。ありがとうございました。